神の御名において、神に賛美あれ、神の使徒、その家族、その仲間、そして彼に従う者たちに祈りと平安がありますように。仏教は異物論的な無神論ですか？一部の仏教宗派はブッダは神であると主張していますか？仏教は宗教ですか？それとも単なる道徳哲学ですか？仏教はヒンズー教で起こった腐敗に対する単なる反逆であると考えられるでしょうか？今の仏教もお釈迦様が残した教えと同じなのでしょうか？なぜ最近になって仏教が世界中に広まり始めたのでしょうか？世界中の非仏教徒の心には多くの疑問が生じます。この小さな本では、私たちはこれらの質問に答え、仏教の本当の問題を知り、ブッダが残した仏教と今日の仏教徒が実践している仏教の違いを理解しようとします。私たちは本書の中で、仏教は無数の精神的問題、科学的問題、認知的問題、道徳的問題に悩まされていると主張します。仏教における最大の問題は、神の啓示と人間の本性に違反していることです。仏教について話す前に、読者は唯物論的無神論とは何かを知っておく必要があります。なぜなら、ブッダが残した仏教と唯物論的無神論の間には多くの重複があるからです。唯物論的無神論とは、創造主、目に見えないもの、予言、霊、そして最後の日の否定です。率直に言って、釈迦が求めた仏教は、この意味での無神論ではなく、釈迦が残した仏教には、苦しみを取り除く方法、絶対者、涅槃と一体化する方法、最大の悲劇を解決する試みが見られます。仏教の概念によれば、それは繰り返される誕生の悲劇です。これらの用語については、この本を通して詳しく説明しますが、これらの言葉からわかることは、仏教には多くの啓示上学的な考え方が含まれているという命題が含まれているため、この意味で仏教は唯物論的無神論ではありません。しかし、一方で仏教は、天と地の創造者であり維持者である神、被造物とは別の神を信じる宗教ではなく、ごく簡単に言えば、次のことを信じる抽象的な道徳哲学でした。苦しみを取り除く必要性を感じ、宇宙に広がる隠れた力である絶対者との結合を求めます。仏教は、その開祖である釈迦を通じて、神や目に見えないものについては語っていませんでしたが、同時に、輪廻転生や絶対者との統一の必要性についてのヒンドゥー教の認識の名残を残していました。ブッダとは、つまり、霊的無神論なのです。それでは、仏教の理解にさらに近づいて、常識、理性、現代科学、論理が何か一致するかどうかを明らかにしてみましょう。仏教は自らが求める道徳的価値観を読し、表向きには道徳的価値観を求め、別の意味でそれらに矛盾するようになったのだろうか。この小さな本の折り目でこれらすべての問題に対する答えを見て、イスラム教がもたらした純粋な一神教の性質、つまり唯一の神への信仰の性質を仏教がどのように侵害したかを見てみましょう。イスラム教は神が全人類に認めた宗教であり、全能の神は、確かに、神の宗教はイスラム教である、と述べました。19スーラ・アル・イムラン。そして全能の神はこう言われた。そして、イスラム教以外の宗教を望む者は、決して受け入れられず、来世では敗者の一人となるだろう。85スーラ・アル・イムラン。仏教徒にとっても、いかなる人にとっても、この宗教以外に救いはありません。イスラム教。イスラム教は地球上の宗教の一つではなく、神がすべての預言者を送った唯一の一神教です。すべての預言者は人々に一神教を呼び起こしましたが、イスラム教だけがこの純粋な一神教として今日残っており、残りの宗教はイスラム教だけです。宗教には、規模の大小を問わず、歪曲と多神教が少なからず存在します。イスラム教徒は、神のみを崇拝し、神の命令に従順であり、神の禁止を放棄し、神の限界内に立ち、かつて何があったのか、そしてこれからどうなるのかについて神が私たちに語ったすべてを信じ、あらゆる異教と無神論を否認することです。これによってイスラム教が生まれ、これによってすべての人類が創造されました。それでは、仏教が何を要求しているのか、
また仏教がこれらすべてに矛盾しているのは何なのかを見てみましょう。1、仏教とは何ですか？仏教とは、ブッダによる哲学であり、苦しみや繰り返しの誕生を取り除くために認識と洞察力を得ることを目的としています。これらの用語の意味については、本書全体で説明します。仏教とは苦しみや繰り返しの誕生から解放されるまで、一連の苦行と静寂な瞑想を実践し、一部の仏教宗派に従って一連の儀式を行う場合もあります。実際、仏教は宗教、特にヒンズー教の残骸と、人間の認識や合理的で直感的な哲学のグループが混ざり合った哲学です。この本のページ全体を通して、私たちは神が望んでいるこれらすべての事柄を紹介し、その問題点を説明します。2、仏教はどのようにして誕生しましたか？仏教はブッダの創始者と結びついています。ブッダとは人の名前ではなく、悟った人、目覚めた人を意味する言葉であり、この言葉は人生の目的の知識を得るという意味です。この本のページを通して、私たちはブッダに起こったことが本当の目覚めだったのか、それとも食べ物もなく荒涼とした場所に長期間閉じ込められた結果としての一種の幻覚や腐敗した危険だったのかを知ることになるでしょう。ブッダの本名は、タマシッダールタです。彼らの主張によれば、ブッダは悟りを体験した後に、ブッダという称号を獲得しました。ブッダは紀元前5世紀にネパールの裕福な封建家族の家庭に育ちました。ブッダは幼い頃から自分の周りで何が起こっているのか、特に世の中の痛みや苦しみの問題を理解したいという願望を持っていましたが、父親は若くして結婚し、気を散らすことに夢中になることでそれを思いとどまらせようとしましたが、彼の心は彼はなぜ痛みが存在するのか、そしてその治療法は何なのかを理解しようとすることに夢中でした。ある夜、比較的若い年齢だったブッダは、住んでいた宮殿を出て、自分で痛みの治療法を探すことを決心しました。そこで釈迦は王子の服を脱ぎ、貧しい男の格好をして出家した。僧侶たち自身も耐えられないほどの何年もの厳しい苦行と自虐を経て、ブッダは死に瀕した後、これらすべてが無駄であることに気づき、節度ある生活に戻り、食べたり飲んだりして生き始めました。適度な生活ですが、世界から完全に孤立しています。その後、釈迦は悟りや覚醒の段階に入り、それに伴って青年ゴータマ・シッダールタも釈迦に変身したのです。しかし、この話をする前に、ここで次のような質問が表示されます。痛みとは何ですか？なぜブッダはの苦しみの解決策を見つける必要があると感じたのでしょうか？答えは単純です。釈迦はヒンドゥー教の下で生まれ、生き、育てられたのです。ヒンドゥー教によれば、存在の目的は苦しみを取り除こうとすることです。ヒンドゥー教におけるこの痛みは何ですか？ヒンドゥー教における痛みは、出産を繰り返すことによって引き起こされます。人は死ぬと別の存在に生まれ変わり、仕事に応じて別の存在に移ります。善行を行った者はより高い階級の人々に移動し、悪行を行った者はより低い階級に移動し、動物の姿に移行する可能性があります。ヒンズー教の人は、繰り返しの誕生を通じて上昇し続けるために、ヒンズー教を実践し、禁欲と欲望から距離を置く必要があります。そうすることで、彼は少しずつ上昇する長い一連の誕生の後、神との結合に入ることによって繰り返しの誕生から逃れます。絶対。ここでは、無数の精神的、科学的、論理的問題が発生しますが、それについては後ほど説明します。しかし、ブッダの主な関心事は、繰り返しの出産をなくすことでした。彼は、どうすればこうした出産をなくすことができるか、そして、どうすればすぐにそこから逃れられるかについて心配していました。それ以前に、釈迦はヒンドゥー教に多くの問題を発見していたため、階級差別や聖職者の腐敗と権力の問題など、ヒンドゥー教のこれらの問題と腐敗を取り除きたいと考えていました。そんな悩みを抱えながら歩いていたお釈迦様は、ある日森を歩いていると、自分の名前の由来となった菩提樹を見つけ、その下に座って、悟りが明けるような気がして、その下に座ることにしました。そして、悟りを開くか死ぬまではこの木から離れないと決心しました。
この木の下で何日も何週間も極度の苦行と完全な静寂を過ごした後、その考えや悟りが実際に彼に降りかかり、ブッダは仏教の教義を確立し、仏教が出現しました。